ちは、サラです。最初のこの動画では2枚の葉っぱを描きながら透明水彩の3つの技法を解説していきます。ここでは1時間目2時間目と授業形式に進みますが、それぞれの技法の動画時間は5分程度、ポイントを押さえながら解説していきます。ぜひ習得してみてください。先にこの動画で習得できる3つの技法をお伝えしておきます。1時間目はウォッシュ、水彩技法の基本となります。2時間目はウェットインウェット、ウォッシュした上に重ねて塗ります。3時間目はリフトアウト、絵の具を取り除くことで描きます。またこれらの技法を知識として学ぶだけでなく、同じ下書きでそのまま実践で描いてみたいという方は線画をダウンロードしてみてください。現在は Amazon の電子書籍水彩9つの基本技法の付録となっています。下記概要欄にリンクを貼っておきますので活用してみてください。この動画では水彩道具をすでにお持ちの方向けに解説していきますが、まだ揃えていないという方はホームページ水彩セラピー水彩時間のトップ初めての水彩必要な道具はのページで道具を紹介しています。ホームページは水彩時間で検索してみてください。下記概要欄にもリンクを貼っておきます。それでは解説に入ります。1時間目ウォッシュとは、ここでは水彩の技法ウォッシュの意味とこの技法の手順を解説します。水彩の技法の中でもウォッシュは基本中の基本。ウォッシュ、お洗濯することをイメージしちゃった。ほんとね。でもお洗濯できるくらいお水をたっぷりがポイントなのよ。水彩の技法でいうウォッシュはたっぷりの水を使って塗ること。なぜたっぷりの水で塗るかというと、厚みのある水の層ができることで乾いた時にムラのない均一な塗りが実現できるの。なるほど。何より筆にたっぷりの水をつけて塗るっていう体験は心も潤ってくる感じで癒されるわよ。透明水彩ならではの魔法ね。へえ、癒しか魔法か。じゃあ服もやってみる。あなたも私たちと一緒に水彩技法ウォッシュやってみませんか？手順1、塗る色の準備。絵の具をパレットに出したっぷりの水で溶いておきます。ここでは黄色に近い明るい緑色です。使用している筆は少し太めの丸筆です。ウォッシュ最初のコツ、それは水で溶いた絵の具を多めに用意することと、絵の具をたっぷり含める太めの筆を使うこと。ここでは小指の爪ほどの絵の具に対して20倍くらいの水で薄めています。またこれは透明水彩の基本ですが、透明感のある水彩絵の具では明るく薄い色に濃い色を重ねていくという順番で塗っていきます。明るい色は後からいくらでも塗り重ねて暗く濃くしていくことはできますが、逆ができません。絶対とまでは言えませんが、透明水彩では明るく薄い色にそれより濃い色、暗い色を重ねていくという手順を踏む方が失敗がありません。ここではパレットの上に黄色に近い明るい緑色とそれより濃い緑色を出しています。この2色で緑色の葉っぱを表現する場合、先に明るい色を葉っぱ全体に塗って、後で部分的に濃い緑色を塗っていきます。手順2、ウォッシュする。筆にたっぷり色を含ませて右側の大きな葉っぱを素早く塗ります。ここでのコツはたっぷり素早く。水彩紙が絵の具の水を吸い込む前に、乾く前に塗りを完了します。筆の先に少しだけ絵の具をつけてゆっくり塗っていると、初めに塗ったところが乾いてきて塗り上がった時に色ムラができてしまいます。なので思い切って素早く塗り上げてしまいましょう。手順3、ウォッシュ完了。葉っぱの形に色を塗り終わったらウォッシュの完了です。このまま自然乾燥させると均一で色にムラのない綺麗な状態で仕上がります。ですがここでは次の技法ウェットインウェットに進むために濡れた状態のままにしておきましょう。水彩の技法の1時間目ウォッシュできましたか？できました。簡単。水彩が初めての人はパレットの上に少しだけ絵の具を出して
筆に少しだけ色をつけて描きがちなのよ。このたっぷりの感覚が身につくと、それだけで水彩らしいタッチができるようになるのよ。確かに今まで絵の具がもったいない気がして、ちょこっとずつ出して描いていたら色ムラだらけになってた。たっぷりの水で溶いた絵の具を筆に含ませて描くと心地よくって楽しい。さて、あなたはいかがでしたか？ウォッシュは水で溶いた色を塗るだけでなく、先に透明の水だけを塗って後で色を置くように塗っていく方法もあります。また、空気が乾燥している冬の時期には紙も乾燥しているので絵の具ののりが悪くなります。そんな時には紙の状態を整えるために水を含んだ大きなハケを使ってあらかじめ水彩紙をウォッシュした後に乾かしておくと絵の具ののりが良くなりますよ。大きなハケは背景などの広い面を均一に塗る時にも使えるので1本持っておくと便利です。ウォッシュした後は2つの塗り方があります。一つはまだたっぷりの水が紙面に残っている状態で塗るウェットインウェット。もう一つは完全に乾かした状態で上に重ねて塗るウェットオンドライ。この2つの技法の使い分けで画風が違ってきます。次はウォッシュしたこの葉っぱの続きをウェットインウェットで塗っていきます。2時間目ウェットインウェットとは、ここでは水彩の技法ウェットインウェットの意味とこの技法の手順を解説します。ウェットインウェットを日本語にすると、濡れている、中に濡れている。そう、大正解。水彩の技法でいうウェットインウェットは濡れている状態を利用してその中に絵の具を塗っていくことなの。濡れている状態だと上に絵の具を軽く置くだけでその色がパッと広がるの。美しくって癒されるのよ。色を中に置くというより上に置くからウェットオンウェットという言い方をする人もいるの。また濡れている状態で筆で色を薄く伸ばすことでぼかしと言われる表現もできるのよ。あなたも私たちと一緒に水彩技法ウェットインウェットやってみませんか？手順1、ウォッシュした絵を準備する。ここでは1時間目でウォッシュした葉っぱを準備し、先に塗った色がまだたっぷり濡れている状態であることを確認します。手順2、色を置いていく。筆にたっぷりの濃い緑色を含ませて葉っぱの端の方に軽く置いていきます。コツは塗るというより軽く置くという感じで筆でこすらないようにしましょう。手順3、色が拡散していく。意図的に拡散させる。表面の水で色がパーッと広がっていきます。水に任せて色の広がりを楽しんでもいいし、水彩紙を傾けることによって意図的に色の流れを操作することもできます。ここでは葉っぱの中心に向かって色が流れるように水彩紙を傾けています。手順4、他の色を置く。他の色も置いてみましょう。色が混じり合うことで水彩らしい表現ができます。ここでは明るい水色を使っています。手順5、筆を使って色を塗る。時間が経つと紙の表面が乾いてきます。このタイミングで置く色は以前ほど拡散しなくなります。筆を使って色を塗ってみましょう。ここでは透明感のある青色を塗っています。手順6、彩りを楽しむ。左側にある小さい方の葉っぱも同じようにウォッシュで塗った後、さらにたくさんの色を置いてみましょう。ここではたっぷり濡れている段階で紫色、さらに明るい青色やオレンジ色などを置いています。あなたが好きな色や心地よいと思う色を置いてみてくださいね。色の拡散していく様子や美しさを楽しみましょう。葉っぱの茎は細い筆に緑色をつけて描いておきましょう。水彩の技法の2時間目、ウェットインウェットできましたか？できました。この技法って心地いい。水彩紙を傾けて色を塗るっていうのも新しい発見。本当にそうね。ウォッシュからウェットインウェットの流れは水彩ならではの心地よさよね。それとね、今回やったように筆を使わず台紙を傾けることでたくさんの絵の具を塗る作家さんや、上から下へ水や絵の具を流して滝の絵を描く作家さんもいたりするの。とても美しい絵になるのよ。ウェットインウェット、あなたはいかがでしたか？
次はこの技法からさらに進んだ技法、リフトアウトをご紹介します。3時間目、リフトアウトとは、ここでは水彩の技法リフトアウトの意味とこの技法の手順を解説します。さて、ウォッシュしてウェットインウェットまで完了。この流れでいくと次はリフトアウトね。リフトアウト？日本語に訳すとわかんない。鳥さんの英語力では無理。リフトは持ち上げる、アウトは取り除くという意味があるのよ。水彩の技法でいうリフトアウトは塗った絵の具を浮かび上がらせ取り除くこと。なるほど、納得。あなたも私たちと一緒に水彩技法リフトアウトやってみませんか？一口にリフトアウトといっても、この技法にはいくつかのやり方があります。ここでは作品を描くときによく使う3つのリフトアウトの手順をご紹介します。手順1、筆を使ってリフトアウト。リフトアウト1つ目は塗りすぎてしまったところの色を筆を使って拭い取る方法です。ここでは少し時間を巻き戻して2時間目のウェットインウェットで明るい水色を塗ったものの、葉っぱの中心部分は少し白っぽく仕上げようと思ったとします。そういう場合は水気を切った筆で撫でるように拭い取ります。濡れている時は簡単に絵の具を取り除くことができますが、すでに乾いてしまっている場合は筆にたっぷりの水をつけ、軽く撫でて色が浮かび上がってきたところを拭い取ります。ここでのコツは軽いタッチで筆で優しく撫でるように拭い取ってみてください。手順2、ティッシュを使ってリフトアウト。リフトアウトの2つ目はティッシュを使ったリフトアウトです。筆よりも広い範囲の絵の具を取り除けます。ただしティッシュはとても吸水性に富んでいるので、まだ濡れている状態であれば色を取りたいところを軽く撫でるだけで十分です。強く押さえつけてしまうと塗っていた色が一気に取れてしまうので注意が必要です。色が取れてしまったらまた筆を使って塗り足しておきましょう。手順3、きちんと乾かす時間を取る。3つ目のリフトアウトは乾かした後に施す方法になります。透明水彩では乾かす時間も制作時間の一部と考えましょう。その間に休憩を取ったり気分転換を図るのもおすすめです。小鳥の福ちゃんはどうしてるかな？コーヒータイムでほっと一息。それっておすすめです。ドライヤーで乾かして先に進む。そこの人、ドライヤーで遊ばない。ゆっくり自然乾燥。また明日。今日はおしまい。続きは明日にやろうっと。鳥さんの朝は早い。ここでは少しの休憩の後、ドライヤーで乾かして進みます。手順4、小筆とティッシュを使ってリフトアウト。水を含ませた筆を使って色を取り除くことで描くというリフトアウトをやってみましょう。水彩では塗り重ねて描くだけでなく、取り除くことで描くこともできます。ここでは葉っぱの色がきちんと乾いていることが前提です。葉っぱの葉脈を水を含んだ小筆で描いていきます。ここでのコツはコシのある先の細い筆を使って葉脈をスッとなぞるように描くこと。柔らかい筆では線がはみ出して描きづらいです。水を含んだ細い筆で描いたらすぐにティッシュで押さえます。そうすることできれいに色を取ることができます。ここでは葉っぱの葉脈を一本一本丁寧に描きながら、その度にティッシュで押さえています。筆を持つ手と逆の手にティッシュを持って進めましょう。小さい方の葉っぱにもリフトアウトで葉脈を描いておきましょう。手順5、影をつけて仕上げる。葉っぱの縁や茎の下に透明感のある灰色で影を描いてみましょう。透明感のある灰色は赤色と緑色、黄色と紫色などを混ぜて作ってみてください。影をつけることで白いテーブルに置いてある葉っぱに見えてきます。影を描くことは光を描いていることにもなります。薄い影は柔らかな光を、濃い影なら強い光を感じさせます。また影を描く位置によってどの方向から光が当たっているのかもわかります。見逃しがちな影ですが、最後にこの影を描くことで描いたモチーフ、対象物が引き締まって見え、
存在感を増すことができます。影が描き終わったらきちんと乾かしておきましょう。手順6、水彩紙を剥がす。ここでいう水彩紙とは、ホームページ水彩時間の道具のページで紹介しているホルベインのウォーターフォード水彩紙を対象としています。この水彩紙はブロック状の冊子となっていて、水で紙がたわむことがないように4つの辺が糊で固めてあります。ただし糊で固めてない部分が冊子の下の中央部分にあります。そこにカッターナイフの刃を差し込み、滑らすようにして剥がしていきます。カッターの刃は長めに出しておくと差し込みやすくなりますよ。絵を完成させるたびに1枚ずつ剥がし取る形で使います。1枚目の絵が完成。ここで3つの技法を使って描いた2枚の葉っぱの絵の完成です。水彩の技法の3時間目リフトアウトできましたか？今回もとても上手にできました。よかった。でも上手に描くことより、まずは楽しむことを目標にしてね。いろんな技法を紹介してるけど、水彩の技法って自分で編み出してもいいのよ。楽しんでるとアイデアが浮かぶから、それを試しているうちに自分の表現が見つかるかも。今回のリフトアウトではティッシュを使ったけれど、綿棒や布なんかも利用できるわよ。また版乾きの時、アルミホイルやラップを当てて模様を作ったりするのも楽しいわよ。下のミモザの水彩画では、花の影の部分を綿棒を使ってリフトアウトしてみたの。なるほど、綿棒っていろんなところに使えそう。服もいろんな素材でリフトアウトしてみよう。面白い発見がありそう。あなたもいろいろ楽しんで試してみてね。まとめ1枚目の絵、2枚の葉っぱで習得した水彩技法のポイント。1時間目のウォッシュでは、透明水彩の基本であるムラができない塗り方を解説しました。不透明な絵の具と比べて透明感のある水彩絵の具はムラができやすいという短所があります。まずは透明水彩という絵の具に慣れること、そのための最初の一歩とも言えます。この技法のポイント、1つ目は水で溶いた絵の具をたっぷり用意すること。2つ目はその絵の具を含める太めの筆を使うこと。そして3つ目、絵の具を塗るときはたっぷり素早くでしたね。このたっぷり素早くと唱えながら塗ってみてください。きっとうまくいきますよ。2時間目のウェットインウェットでは、濡れている状態を利用して絵の具を塗り重ねる方法を解説しました。この技法は色の混じり合う美しさを楽しめる透明水彩ならではの技法になります。この技法のポイント、1つ目はたっぷり濡れている状態の時に色を置いていくこと。そして2つ目は水彩紙を傾けることで意図的に色を拡散していくこともできるということ。筆を使わない絵の具の塗り方、ぜひ実践してみてください。3つ目のポイントは、絵の具が乾いてきたら色が拡散しなくなるということ。ここで筆を使って色を塗りました。3時間目はリフトアウトを解説しました。絵の具を取り除くことで描くという技法でしたね。この技法のポイント、ここでは3つのリフトアウトをご紹介しました。1つ目は筆を使って色を拭い取る方法。2つ目はティッシュを使って色を取る方法。3つ目は乾かした後に小筆とティッシュを使って描く方法でした。絵の具を塗り重ねるだけでなく、逆に取り除くことで描くという技法を活用してみてください。リフトアウトはいろいろな素材で試すことができます。アイデアが浮かんだらぜひ試してみてくださいね。さて、この水彩時間ではうまく描くこと以上に透明水彩の心地よさを感じながら心の状態を整えること、自分で楽しさを想像することを目的にしています。あなたが楽しかったと感じているのなら、そんなあなたの心にこのスタンプを。次回の動画ではまた新しいモチーフを描きながら、今回の3つの技法に加えて新たな3つの技法を解説していきます。お知らせです。LINE スタンプを作りました。動くほめほめスタンプ、花印。サラの水彩画のモチーフ、
季節の花と蝶々を組み合わせたアニメーションスタンプです。花の形がふわりと朱印に変化する水彩テイストの癒し系スタンプです。褒め言葉やねぎらい、お礼の言葉をセットにしました。自分はもちろんあの人を。たくさん褒めてあげましょう。購入リンクは下記概要欄から。